皆さんこんにちは。コケテラリウム制作動画コケラクフィルムへようこそ。このチャンネルではコケテラリウムを誰でも簡単にをコンセプトにコケテラリウム制作の過程をお伝えしていきます。今回のテーマは大きな岩が主役のコケテラリウムです。ぜひ最後までご視聴ください。では早速始めていきましょう。はい、ということで、大きな岩がテーマのコケテラリウムなんですが、通常コケテラリウムっていうと、コケが主役っていうイメージがあるんですけれども、コケっていうのはどちらかというと主役を引き立てるような役割をしてたりするんですね。今回は岩を主役、コケを名脇役にして表現していきたいと思います。で、今日用意した材料なんですけど、どこにでも落ちてる石です。これは私が仕事してる工事現場で拾ってきた採石の中に混じっていた石です。で、今日はこの3つの石をどういう風に組み合わせてレイアウトしてゴツゴツ感を出していくかっていうのをいろいろ考えながらレイアウトしていきたいなと思ってるんです。これがですね、先日動画でも紹介しましたIKEAに行きまして購入してきたガラス容器になります。幅が16センチで高さが20センチある大きさのものになります。これぐらいのスペースがあればこれぐらいの大きさの岩を設置しても圧迫感がないと思いますし、空間がうまく作れるんじゃないかと思いますので、今回はこの大きさを使ってレイアウトしていきます。はい、ではまずガラス瓶の正面を決めていきたいと思います。この横を見るとつなぎ目がありますね。この筋のところは正面に持ってきちゃいけないかと思いますのと、ちょっとですね気泡が入ってるところがあるんですね。気泡が入ってるところは裏に持っていきたいなと思うので、そうすると正面がこっち側に決まってきます。なのでここに印をしておきます。ここが正面ですよっていう意味ですね。はい、では土を入れていきます。今回のレイアウトは奥に積み上げていくようなレイアウトになるので、急勾配を作ってあげようと思ってます。なのでもう容器も斜めにした状態で土を入れていきました。で、まずはこの平たい石でこっち側に流れてこないように止めていくイメージですね。もうこんな感じで奥に土を送ります。ちょっと霧吹きをかけましょうか。なるべく土がなだれ込んでこないようにですね、霧吹きをかけます。はい、これで斜面がこの大きい石で一遍押さえられました。奥の石ちょっとレイアウトしてみます。ギリギリの高さでいうとこのぐらいでしょうかね。ちょっと横にします。よいしょ。で、もう一つの石、これがこんな感じですね。頭の中にはある程度レイアウトが出来上がっていて、どういう形で持っていくかっていうのを考えながらやってます。希望の位置に岩をレイアウトした状態なんですけど、これでですね立てていくとやっぱりまだ崩れてきてしまいますので、この斜面のところっていうのはもう早いところ毛と土で固めていきたいと思います。こういう状態で作業を進めていこうかと思います。はい、練った毛と土を石の脇、それから斜面のところに塗り込んでいきます。で、私がいつも使っている毛と土は、一般的にホームセンターで売ってるような毛と土なんですけど、練り込む時に普通のベースソイルも混ぜてます。で、なんでかっていうと毛と土って乾燥すると結構ひび割れが生じてくるんですね。ひび割れ防止のために毛と土とベースソイルを混ぜてます。だいたい毛と土1に対してベースソイル1ぐらいの割合で混ぜちゃいます。そうするとひび割れがしにくいですね。ちょっと私も横を向けてコケテラリウム作るの初めてなので、どうなるかっていうところが楽しみなんですけど、はい、よいしょ。こんな感じです。下に大きな岩があって、で小さな岩が左側の上にあって、でもう一個大きな岩がその奥側にあるっていう風な状況ですね。この手前側の部分に土を入れていきます。ようやくゴツゴツした岩肌の感じが出ましたね。で、この平たい部分とこの斜面の部分っていう構成で横から見るとここが三角形になっていて、ここが平らになっているっていう風で
。こっからこっち側にあんまり岩を攻めすぎてしまうと、今度苔をレイアウトするのが難しくなってしまうし、正面から見るとですね、圧迫感を感じると思うんですね。なのでこういう切り立った情景を作る時っていうのは、ちょっとセットバックした位置から立ち上げるようにしてあげた方がいいと思います。さあ、これにどんな苔を植えていきましょうか。今日は基本細葉沖縄苔っていう風に決めてるんですが、それプラスいくつかポイントとなる苔も混ぜ合わせながらかっこいい情景を作っていきたいなと思います。この正面のテープは一遍外します。よいしょ。今日使う苔はこちらです。細葉沖縄苔です。これをメインとして使っていくので、この後いくつかの種類の苔も混ぜ合わせようかなとは思ってるんですが、まずは細葉沖縄苔をレイアウトして、でそのバランスを見ながら、あと何を使っていくかっていうのを決めていきたいと思います。この細葉沖縄苔は塊状になっているので、このまま乗せていこうかなとは思ってるんですが、この中に虫とかゴミとかがいると思いますので、まずは水につけて5分ぐらい置いてから使っていきたいと思います。はい、これでトリミングが終了しました。こちらが苔の下の部分についてた土の部分ですね。これは避けました。こちらがコロニーのまま残ったものですね。でそれとそれからちょっと外れてしまったものとかも後から細かい部分なんかに使っていけるので、ここに分けて保管してあります。でこれを使ってまずは全体的なレイアウトを作っていきたいと思います。では全体に土を濡らして示していきましょう。ここの斜面の部分からいきましょうか。はい、これで右側と左側の両サイドの斜面のところはだいたい植え終わりました。上の部分の苔を植えていきたいと思います。岩合いのところはちょっと強めに押し付けるようにした方が馴染んできますね。だいたい全体に植え終わりました。この下の平らなところですね、石を追加していきたいと思います。まずはこの石です。この小さい石ですね。もうこの辺はバランスをよく見ながら自分の直感を信じて入れていきましょう。もう一つ小さい石、倒れる可能性があるので結突して固定していきたいと思います。貫水石を入れていきます。ここの下の部分のレイアウトすごい迷いましたね。どういう風にするのが一番いいかっていうところですね。でも結果貫水石になりました。たっぷり入れていきましょう。こんなところですかね。アクセントに使っている苔を紹介していきます。まずヒノキ苔、シノブ苔、波形立ち苔、
木立平苔、この4種類を用意しました。じゃあまず忍ぶ苔からいきましょうか。岩とおそば沖縄苔の間のあたりに植え込んでいきたいと思います。はい、では次はヒノキゴケを植えていきます。ヒノキゴケはこうやってほぐしてですね、頭の高さを揃えてあげた方がいいと思います。石が主役、岩が主役ですので、さりげなくさりげなく。ここはどうだろう。波形立ちゴケ。土がいっぱいついてます。これを1株ずつ分解して植え込んでいきたいと思ってます。これを植えていきます。最後に木立平苔を使ってインパクトのある位置に配置して完成としたいと思います。一本一本が本当に木みたいになっていて、組み合わせることで一つの大きな木みたいにすることができるので、組み合わせをまず考えていきたいと思ってます。いっぺんばらしてからこうやって組み合わせるのがおすすめです。でこれを一本の木というようなイメージで植えていきたいです。しっかり掴んで一発勝負。はい、これで全ての苔は植え終わりました。これで岩が主役の苔テラリウム完成となります。最後霧吹きをかけて、今回苔を乗せていくレイアウトなので、しばらくですねこの状態で地盤の方にですね馴染んでもらう時間が必要になってくると思います。だからそれまでは振動とかもなるべく与えずに、長い目で落ち着いてくるのを待ってもらうといいかなと思います。冬場は乾燥しますから、この蓋をした状態で半日陰のところに置いといていただく。でたまに霧吹きで水をあげていただくっていう形でやっていただければ、この中で苔も元気に育つと思いますので、是非ご自宅でも作ってみてはいかがでしょうか。はい、では今回の苔テラリウム制作動画は以上となります。最後まで見ていただきありがとうございました。またどんどん新しいアイデアを考えて、誰でもできる苔テラリウムを目指して頑張っていきますので、この動画を見てもし気に入っていただいた方はチャンネル登録、高評価ボタンをよろしくお願いいたします。それでは次回またお会いしましょう。ありがとうございました。